皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、我が家に新しくお迎えしましたジャクソンカメレオンの飼育環境セッティング動画になります。はい、いや前回のねイベントでお迎えさせていただきまして、いやあの動画ではね、皆様本当に我が子をお迎えしたかのようにね喜んでくださって本当にありがとうございました。ということでね、今回我が家では初の高山種ということで、まあね結構エボシとかパンサーとかとは違ってね、飼育難易度やや高いと言われてるんでね、まあそれでもねショップの方にめちゃくちゃ詳しく聞いてきましたので、そのやり方で早速セッティングしていこうと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、では早速やっていきます。まず今回使用するケージはこちら、衣装ケースですね。サイズは横50、奥行き38、高さ28センチですね。ベビーの頃はケージのサイズが大きすぎると餌を見つけられないので、これくらいのサイズがちょうどいいのかなと思います。ちなみにこちら床材はペットシーツを使用します。はい、では続いてはこちら、毎度おなじみジェックスのジャングルバイン S サイズですね。これを足場としてセットします。ちなみにこちらの衣装ケース、蓋は使用しないため逃げ出さないように真ん中あたりのバスキングスポット以外は高さを出さないようにセットします。だいたいこんな感じでいいですかね。続いてこちらは人工のツタですね。これは近所のホームセンターで購入してきました。これを全体に敷いていきます。小さいうちはここに霧吹きで水をかけて葉っぱについた水滴を舐めて水分を摂取してもらいます。なのでこのように葉が多い植物をチョイスしました。これはちなみにお迎え時に一緒に入ってたやつですね。これも地元の匂いということで、一緒に入れときましょうか。はい、続いてこちらはバスキングライトは全水のマイクロ3 28W です。こちらは電球とソケットのサイズが小さく小回りが利くため今回採用しました。これを端の方にセットして、はい、スイッチオン。はい、こんな感じでケージのセットは完了です。では早速このケージにジャクソンを入れていきます。さあお待たせしました。そうそう、この子のお名前もね動画の最後の方に発表しますので、よければ最後までご覧ください。オープン。はい、この子がジャクソンカメレオンキサントロプスの男の子です。この子はなんと国内の CB 個体ですね。さあ早速新しい新居に入ってくれ。あらららら、ちょこちょこ登ってきてくれてますね。ちょっとケージに入ってくれ。でもめちゃくちゃちっちゃいでしょ。本当に多分まだ生まれてね1ヶ月経ってないぐらいかのサイズだと思うんですけど、今ね頭の子の皮は絶賛脱皮中ということで、さあここが君の新しいお家やで。無事入居してくれましたね。さあこっからねこの環境でじっくり大きく育てていきたいと思いますと思ったんですが、やっぱり一部変更しました。はい、こちら何を変更したかというと、バスキングライト、これマイクロ3はやめました。こちらはジェックスのサングロー 25W というライトに変更しました。今回なぜ変更したかというと、マイクロ3めちゃくちゃ明るかったんですよね。明るいのはこれいいことなんですが、ちょっと輝度が高すぎてカメレオンのように目がいい爬虫類にはちょっと眩しすぎて良くないんじゃないかと思い変更しました。こっちのライトだとねぼんやりとした光り方なので安心かと思ったのと、お店の方もスポットを温めて作るというよりはじんわり暖かいゾーンを作ってあげた方が良いとのことだったので、こちらでこれから飼育していきます。あと1点、ペットシーツの使用もやめました。これなぜかというと、これ今ねちょっとちらっと映ってるんですけど、現在餌はコオロギをばらまきで与えてるんですね。でそのコオロギがペットシーツの裏に隠れてなかなか見つけづらいというのが1日観察して思ったので、一旦外すことにしました。ちなみに紫外線ライトはベビーの間は使用はしません。以前ブリーダーの方に聞いたところ、どうやら部屋の蛍光灯からも微量の紫外線が放出されているようで、小さいうちはそれで十分ということで、僕過去にねパンサーのベビーを飼育してた頃も紫外線ライトは使用せず同じやり方で飼育していました。こちらのジャクソンカメレオン、野生下ではケニアやタンザニアの標高 1600m 以上の高い山に生息しており、涼しくて湿度が高い環境を再現する必要があるんですね。この環境の再現が難しいことから高山種は難易度が高いと言われています。パンサーやエボシよりもやや涼しい環境が必要なんですね。
現在うちでは部屋の温度はエアコンで27度で管理しており、ケージ内の一番涼しい場所で24度、ホットスポットの一番高い温度で30度になるようにしています。湿度は加湿器フル稼働で日中50から 60% 程度、ケージ内に1日5から6回手動で霧吹きをして湿度を上げています。見てください、こうやってね、葉っぱについた水滴をペロペロ舐めています。この子はお迎え翌日からこのように水もガブガブ飲んでくれて、餌のコオロギもバンバン捕食してくれてるんで、なので今のところはとりあえず安心はしています。ちなみにパンサーやエボシと違い、バスキングライトは朝8時に点灯して14時には消灯するようにしています。これはなぜかというと、バスキングライトを長時間つけていると自然とケージ内の温度が上がってしまうんですね。なので食べ物を消化する昼頃までの点灯でちょうどいいとショップの方に教えていただきました。そして夜間は22度程度まで下げています。この昼夜の温度差が大事なポイントみたいですね。この辺はうちはもともとエボシ、パンサーともに夜間はこのくらい下げてますね。ちなみにこちらジャクソンカメレオンは現在ウガンダエンシス、メルモンジャクソン、キサントロプスの大きく分けて3亜種に分かれており、この子はキサントロプスといって別名オージャクソンの名を持つ一番大型のジャクソンなんですね。最大全長35センチということで、これからぐんぐん大きくしていきたいですね。この3本の角はオスのみに生える証で、この子はこの通り、まだまだちょびひげみたいなもんですが立派な男の子です。色味もね、今ベビーの頃はこうやって真っ黒で地味なんですけど、成長とともに鮮やかなグリーンに変色していくみたいですね。今でもたまにこう温度が上がった時は若干緑色に発色してますね。いや、可愛いなあ。さあ、それではそろそろこの子のお名前を発表しようと思います。さあ、今回我が家に新しくお迎えしましたジャクソンカメレオンキサントロプスのこの子のお名前はギロリくんに決定しました。はい、そうです。僕が小学生の時に作った小物入れから取りました。この頃からのね、憧れがようやくこの子に引き継がれました。これから立派なトリケラトプスになるようにしっかり飼育していきますので、ギロリくんの成長を皆さんぜひ見守ってください。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。他にも Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。